今日は白菜漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は白菜漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、ジップ袋で簡単お手軽に作れる白菜漬けを作っていきます。漬け込み時間もね、通常白菜漬けは何日間もかけて作ったりするんですが、たったの1時間で作ることができます。さらにですね、味付けは白だしを使って作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。白菜、白だし、お酢、お砂糖、塩、昆布、唐辛子。今回はこちらの材料で作っていきます。まず白菜なんですが、今1/4分の1カットで約 300g になります。こちらは目安にしてみてください。そして今回は白だしを使って手軽に味付けしていきたいと思います。今回私が使う白だしは8倍濃縮の白だしになります。白だしもいろんな濃縮タイプがあると思いますので、こちらの量はお好みで調整していただけたらと思います。そしてお酢ですね。今回は米酢を使用していきます。米酢を使うとまろやかな仕上がりになります。もしない場合は穀物酢でも OK です。穀物酢はどちらかというとすっきりとした仕上がりになります。そして今回ですね、唐辛子も入れていきます。こちらはですね、もし辛いのが苦手な場合は抜いて作ってください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、こちらの白菜を洗っていきます。このね、根元の部分によく土が残ってる時がありますので、こちらは必ずきれいにね、洗うようにしてください。はい、水洗いしました。そしたらね、一度キッチンペーパーで水分を拭き取ります。ざっくりでね、OK です。そしたらですね、白菜を切っていきます。まずこの芯の部分ですね、ここを切り落としてください。はい、あとはね、切りやすいようにだいたいね3等分ぐらいにします。そして根元をね少しだけ切り落として、このままですね、だいたい 2,3 枚ほど重ねて 4,5 センチ幅で切っていきます。はい、このように切ってください。残りもですね、また 2,3 枚取っていただいて、そしてまた同じように 4,5 センチ幅で切っていきます。こちらも同じように 4,5 センチ幅で切ります。はい、このように白菜は切ってください。そうしましたらですね、こういったジップ袋を使ってください。今回私は L サイズのジップ袋を使ってます。こちらをですね、まず口を開けてセットします。ボウルなどを使っていただいてもいいかなと思います。はい、このように口を広げてセットしてください。そしてこの中に白菜を入れます。半分入れたらですね、塩をまず半分加えてください。そして残りの白菜を入れます。全部入れたら残りの塩を加えてください。こちら取ります。そうしましたら続いてこのジップ袋に少し空気を入れて、そして口を閉じます。はい、このようにね、空気を入れた状態にしてください。そうしましたらですね、この袋をシャカシャカ振って塩を全体的になじませていきます。真ん中に塩を挟むことで全体にね、塩がなじみやすくなります。はい、OK です。30秒ほどね、シャカシャカしてください。そしたら空気を抜きます。その時軽く揉み込みましょう。ちょっとなじませるイメージですね。裏からも軽く揉み込みます。これでね、塩をしっかりとなじませてください。そしてなじませたらですね、白菜を一度平らにしていただいて、そして空気を抜きます。そして口を閉じます。で、終わりの部分はね、少し開けておいてください。それではですね、こういったバットを用意します。ここに白菜を置いて、そしてね、また空気を抜いてください。そしたらまたこの上にバットなどを置きます。この上に重しになるようなものを置いてください。だいたい 2kg ぐらい置いていただくといいかなと思います。このね、お砂糖とかは1袋 1kg なので、こちらね、2つ置きます。しっかりね、こんな感じで押さえてください。こういったお砂糖がない時はね、2リットルのペットボトルなど置いていただくといいかなと思います。そうするとね、またちょっと空気が溜まるので、さっきね、開けておいた口の方から空気を逃します。
そしてしっかりと口を閉じてください。ちょっとねこの口をしまってこのままですね30分ほど置いてください。そうすると白菜から水分が出てきて、その分味が馴染みやすくなります。ではねこのまま30分置きます。それでは白菜を置いている間に昆布と唐辛子を切っていきます。まず昆布ですね。昆布はねキッチンペーパーなどを軽くね水で濡らしていただいて、これで軽く表面を拭き取ってください。あとはですねこちらをキッチンバサミなどを使って細切りしていきます。そのまま切ってしまうと昆布がね飛び散ってしまう時があるんですが、このように少し湿らせていただくと飛び散りにくくなります。では切っていきます。このぐらいの細切りにしてください。それではね残りも同じように細切りにしていきます。はい、 OK です。昆布はこのように細切りにしてください。あとはですねスーパーにこのようにすでに刻んである昆布なども売ってるので、こういったものを活用していただいても OK です。それでは続いて唐辛子です。唐辛子はですねまず半分に切ってください。こちらもキッチンバサミを使っていきます。そしたら種を取り出します。あとはねこちらもだいたい5ミリ幅ぐらいでね切っていきましょう。スーパーにね輪切りになってるものとかも売ってるので、そういったものを使っていただいても OK です。はい、唐辛子はこれで OK です。はい、30分経ちました。それではね重しを外します。はい、今このような状態です。ちょっとね傾けていただくとこのように水分が出てるの分かりますかね。30分やっただけでもこのぐらいね水分が出てきます。それではね水分を絞っていきます。まずですね適当に取っていただいて、この根元の部分を絞る時にギュッとやってしまうと食感が損なわれてしまいますので、指でね上から押さえつけるようにして絞ってください。しっかりめにね絞りましょう。はい、こんな感じです。絞り終わったらボウルに入れてください。ではね残りも同じように指で押さえつけながら絞っていきます。はい、このように絞りました。こちらのジップ袋はまた使うので、中の絞った水分は取り除いておいてください。それではね味付けしていきます。まず最初にお酢ですね。このお酢なんですけれども、そのまま入れてしまうとちょっとツンとした酸味が残ってしまいますので、軽く電子レンジで温めます。電子レンジ 600W で15秒加熱します。はい、加熱しました。そしたらこの白菜に回しかけます。熱い状態でね回しかけちゃって OK です。それでは続いてここにお砂糖、あとは白だし、そして昆布、あとは唐辛子を入れます。これをねしっかり揉み込むようにあえていきます。この作業もねジップ袋でやっていただいていいと思うんですけれども、ボウルでやった方がね混ぜやすいと思います。はい、 OK です。このようにしっかり揉み込んだら、こちらのジップ袋に戻し入れます。それではこの中に入れましょう。はい、このようにジップ袋に入れたらまたね軽く揉み込みます。そうするとね味が馴染みやすくなります。30秒ほどですね揉み込んだらしっかりと空気を抜きます。そして口をぐるぐるぐるっとねじってください。あとはねこちらを輪ゴムで留めましょう。はい、 OK です。今ねこのような状態です。それではこちらを冷蔵庫で1時間漬け込みます。途中で全体に味が均一に行き渡るように時折ねこうやって揉み込んでいただくといいかなと思います。では漬け込んでいきます。はい、1時間経ちました。ではね開けたいと思います。見るとねこのようにしっかり使ってます。はい、中はねこんな感じに使ってます。一度ね味見をしていただいて、もうちょっとね味を濃くしたい場合はもう少し漬け込んでみてください。それでは容器に移したいと思います。はい、これで白菜漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。1時間でもねこのようにしっかり味が染み込んで美味しい仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。しっかり味が染みててすごく美味しいです。そしてこの味付け具合が最高ですね。昆布の出汁もすごく効いてます。は
はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の白菜漬けのポイントです。まず今回味付けなんですけれども、白だしを使いました。こちらの白だしを使っていただくととても簡単に作ることができます。ただですね、この白だしもいろんな濃縮タイプがあると思いますので、こちらの量はお好みで調整してみてください。もしね、しょっぱくなりすぎてしまったなと思ったら、ちょっとお水で薄めていただくといいかなと思います。ちなみに今回私が使ったのが8倍濃縮タイプになります。そして白菜を切る時なんですが、白菜は切る前にしっかりめに洗ってください。特にね、根元のところに土が溜まりやすいので、土が残らないようにきちんと洗うようにしてください。そしてその後ですね、芯を切り落としてだいたい 4,5 センチ幅に切ってください。その後ですね、ジップ袋に入れるんですけれども、まず半量入れて、その後塩を半分加えて、そして残りの白菜を加えて、さらに塩を加えてください。このように間に塩を挟んでいただくことで、塩が全体に行き渡りやすくなります。あとはですね、空気を入れてシャカシャカしてください。そして全体に塩をなじませて、その後は重しを置いてだいたい30分ほど置いてください。このようにね、30分置いていただくと白菜から水分が出てきます。この水分なんですが、しっかりと絞るようにしてください。このように一度水分を出していただくことによって短時間でも味が染み込みやすくなります。そして味付けのポイントです。今回お酢を使ってるんですが、こちらは穀物酢、米酢どちらでもお好みの方で OK です。ただですね、加える前に軽くレンジで温めてください。そうすることでお酢のツンとした酸味を取り除くことができます。あとはね、残りの調味料を加えてしっかり和えてからジップ袋に戻し入れてください。ジップ袋に入れたら軽く揉んでいただいて、その後はですね、空気を抜いてしっかり口を縛って1時間冷蔵庫で漬け込んでください。こちらの漬け込み時間はですね、お好みがあると思いますので、ちょっとね、味見をしながら調整していただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は白菜漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。